皆さんこんにちは。ジャパニーズスタディラボのまゆです。今日は日本のお土産文化について話そうかなと思います。日本では旅行に行ったら友達とか家族とか、あとは職場の人、仕事で一緒に働いている人にお土産を買うことは結構普通のことです。なので日本はお土産文化があるんですね。皆さんも日本に旅行に来たら多分たくさんお土産屋を見ると思うんですよね。例えば日本の空港に行ったらその場所で有名なクッキーとかせんべいとかそういうのを買うこともできるし、キーホルダーとかもたくさん売っていて、例えば皆さんハローキティというキャラクターを知っていますか？そのハローキティのキーホルダーがある。例えば東京なら東京バージョンのハローキティのキーホルダーとかがあるんですよ。で、私が住んでいる北海道にも北海道バージョンのハローキティのキーホルダーとかがあって、日本全国いろいろなところに旅行に行ったら、ね、その場所でそのキティちゃんのキーホルダーを買ったらキティちゃんのキーホルダーコレクションができるみたいな感じで、その場所で特徴的なお土産が買えるんですよね。私はこのお土産文化結構好きです。自分はあんまり日本全国いろいろ旅行したことがないけど、お土産をもらうとすごくちょっと旅行に行った気分になるからすごく嬉しくなるんですよ。例えば私は沖縄に行ったことがないんですよね。だって私は今北海道に住んでいて、北海道は日本の中で一番上にあるんですよね。そして沖縄って日本の一番南にあるんですよ。だから北海道から沖縄まで飛行機でどのぐらいかかるかな？多分4時間とかかかるのかな？多分ここから韓国のソウルに行った方が早いくらいな感じなんですよ。なので結構沖縄って遠いので行ったことないんですけど、友達がね沖縄に行って、そこの沖縄で有名なクッキーがあるんですけど、チンスコーっていうすごく甘くて美味しいクッキーなんですけど、それを初めて食べた時本当に美味しくて、ちょっと行ってみたいなって思ったんですよね。友達がお土産をくれた時に沖縄旅行の思い出とかも一緒に共有シェアしてくれるのもすごく嬉しかったです。沖縄の海はすごく暖かくて青くて綺麗だったみたいな、そういう思い出をシェアしてくれるからさ、私も幸せな気持ちになる、そんな感じですよね。だからお土産自体をもらうことももちろん嬉しいんだけど、お土産をあげたりもらったりすることを通して会話が生まれる、人とのコミュニケーションが生まれる、そこも私は好きな部分かななんて思っていますね。自分もお土産屋に行っていろいろ集めるのも好きだし、私は今日本全国いろいろな場所にモケケという可愛いキーホルダーが売られているんですよね。旦那と旅行したら必ずその旅行先、そのところ、その場所でしか売られていないモケケのキーホルダーを買うようにしているんですよね。それが集まれば集まるほど、私夫とこんな場所に行ったんだ、これだけ楽しい時間を一緒に過ごしたんだって振り返られる、もう一度考えられるんですよね。すごく幸せな気分になるんですよ。
なのでそういう意味でもお土産は好きかななんて思うんです。でもね、お土産が好きなんだけど、でもちょっとお土産文化のせいでめんどくさかったエピソードもあるので、それも紹介しておきますね。私昔会社で働いていた時、旅行に行きたかったんですよね。その時は大阪と京都に行ったのかな。で、その大阪と京都に行くために会社早く帰りたかったんですよ。その時は金土日月の4日間行きたかったんですよ。それで月曜日は国の休み、祝日だったから問題なかったんですよね。でもその金曜日は普通に会社が仕事の日で、なのでちょっと早く帰りたかったんですよ。その有給って休みを1時間2時間ぐらい取って早く帰りたかったので、会社の先輩上司に私がお願いしたんですよね。すみません、実は家族と一緒に大阪京都に旅行に行こうと思っているので、金曜日ちょっと2時間だけ有給休み取ってもよろしいでしょうかみたいにお願いしたんですよね。そしたらもちろん、いいですよ、いいですよ、気をつけていってらっしゃいと言ってくれたんですけど、それを伝えたせいで、私の同僚たち、みんな私が旅行に行くっていうことを知っちゃったんですよね。なので、こんなプレッシャーがあったんですよね。職場の同僚たちみんなにお土産を買って帰らなきゃいけないっていう大きいプレッシャーがありました。その会社はだいたい何人ぐらいいたかな。多分45人から50人ぐらいいたと思うんですよ。50人分のお土産を買うって結構荷物になりますよね。なんか50人ぐらいいたら自分と仲良しの同僚もいるけど、そんなに仲良しじゃない、失礼かな、仲良しじゃない、自分とあんまり近くない方もいらっしゃるわけですよ。でもその人たちの分も買わなきゃいけないって負担だなーなんて思ってしまったんですよね。特に私と旦那の場合はあんまりお金がなかったんですよ。その時ちょっと貧乏だったんですよ。なので安い飛行機を予約したんですよね。日本では LCC っていう飛行機を予約したんですよ。LCC だと飛行機の機内に持っていける荷物は7キロ以内で2つまでみたいな感じで、預け荷物、そのチェックインする荷物っていうのは別でお金を払わなきゃいけなかったんですよね。別料金だったんですよ。だから荷物が増えちゃうと別にお金を払わなきゃいけないかもしれなかったんですよ。だからどうしようと思って、そして結構その預け荷物、その荷物をチェックインしちゃうと時間もかかっちゃうんですよね。だって飛行機を降りた後、その荷物を取らなきゃいけないじゃないですか。その間時間もかかっちゃうとか思って、どうしようって困った経験も実はあります。でも結局ね、たまたま京都に抹茶クッキーが売っていたんですよね。その箱の中に入って売っている抹茶クッキーがあったんですけど、その中にちょうどね、1箱25枚とか30枚ぐらい入っている抹茶クッキーがあったんですよね。それを2箱買って、なんとか飛行機の中に手荷物として持っていくことができたので大丈夫でした。よかったよかったね。こういうお土産文化の裏には時々大変厄介だと思うエピソードもあります。でも結局ね、私を見て、まゆさんお土産ありがとうって皆さん言ってくださって、
喜んでいる顔が見られたので、まあ良かったですね。そう。皆さんはこのお土産文化についてどう思いますか？いい点と悪い点といろいろありますね。でも私は結構好きかな。なんか素敵でしょなんかいろいろなところに違うお土産があって、それぞれの観光地とかそれぞれの場所で違うものが楽しめるっていうのは日本のいいところなんじゃないかなとも思っています。じゃあ今日はお土産について話してみました。はい、じゃあ皆さんまた時間がある時にポッドキャストを撮っていきたいと思っていますので、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。またねー。